ごきげんよう、ペヨッチです。今回は、181階層から190階層に出現するモンスターを紹介します。グレネード、視覚感知。特に問題なく狩ることができます。ただ、真相だけあって通常攻撃は4000を超えてくるので、油断しないようにしてください。ガルム、接近感知、巡回。ヒットポイントがとても高いモンスターのため、戦闘時間は長いです。雷電の方向が来たら敵の背後に回り、詠唱完了時に敵の攻撃範囲から離れます。今回は氷結が来ましたので、そのまま氷結を回避して、氷結のエフェクトが表示されていない場所に立ちます。ガルムが振り返り、他の範囲攻撃を使用するので、それを回避することで被弾を抑える立ち回りをしています。正面で範囲攻撃を回避すると、詠唱完了時に通常攻撃を食らいます。側面や背後など、通常攻撃を食らうような範囲に、立たないように心がけています。雷電の方向、敵の中心がアンチ、ガルムに近づくことで、他の敵に感知する恐れがある場合は、詠唱を中断しています。氷結の方向、敵の中心は危険。狭い空間で戦う時に使用してきた場合は、詠唱を中断しています。今いる場所は、ガルムが巡回していても襲われることはありません。ワモーラ、視覚感知、巡回。特に問題なく狩ることができます。6輪分の使用頻度は高くないので、通常攻撃でのヒットポイントの減りには、気をつけてください。敵が攻撃をしてくるときに、攻撃範囲外に離れることで、攻撃を食らわないことがあります。こんなことしなくても勝てますが、興味のある方は、試してみてください。ワモーラカンパ、聴覚感知。防御効果がないと、積極的に戦いたくないモンスターです。ヘビーが効くので、未強化で倒すことはできますが、ヒットポイントがごっそりと減らされる場面があります。距離を取って体勢は立て直していますが、キャノンボールで仕留められる可能性があるので、気をつけてください。ミミック、接近感知。攻撃力は高いですが、未強化で倒すことができます。怨念とデストラップによる攻撃の中断で、飛躍による回復をすることができ、スプリントを使用することで、被弾も抑えることができます。怨念を詠唱中断することで、呪詛を受けることがないなど、他のジョブと比較すると、狩りやすいです。
注意することは、ミミックを倒した後の金箱から、ミミックが出てくる可能性があるので、詠唱中断させる技が使えるのを待ってから、箱を開けるといいですね。残念ながら、形態変化を使っても、呪詛を受けてしまいました。ドリルがしっかり使えていませんでしたが、怨念を食らう前に倒しきれたかは、微妙なところですね。スプライト、視覚感知。まずは未強化で倒すことができないか試したのをご覧ください。魔法詠唱時間が短いため、攻撃頻度が高く、離れていても関係ないので、講師にとっては相性の悪い敵です。防御効果がない場合は、できる限り戦うのを控えています。スプライトのどこが正面なのかわからないので、他の敵と戦闘をしながら、スプライトの動きを観察して、動いた方向を正面として認識しています。フロアの端にいる場合は、正面の向きが変わっている場合があるので、中央寄りに移動するのを待ってから、行動をしています。フィーンドスルス、接近感知。範囲攻撃を多発するので、狩りやすい敵です。敵の外見から四角っぽいイメージがありますが、接近感知です。アルケオダイノス、視覚感知。この角度で敵が待機していると、視線に入ってるみたいですね。スプリントを使って、討伐を試みます。自己強化がかかっているので、早めに討伐できましたが、スプリントが切れる前にヘビーを付与すれば、火種を回避できる時間を伸ばすことができます。クローラー、聴覚感知。スローを付与してから毒を吐いてきます。防御土器を使用する必要があること、あるけば戦わなくて済むことから、よほどのことがない限り戦うことはありません。どうしても戦わないといけない場合は、防御土器を使用し、ヒートゲージを50以上にして、スローを付与されるタイミングで、ヒートゲージを使用しています。防御土器を使いたくない人は、形態変化を使うのも問題ないです。フラットボーム、聴覚感知。個人的な考えですが、戦闘開始から、3発サンドピラーを撃った後に大流差から自身のコンボをしてきます。最初の場面はサンドピラーを2発使用後に大流差を使用しましたが、範囲攻撃を見てからスプリントを使用して、なんとか回避することができました。今回の動画で一番伝えたい場面です。この穴が開いたフロアを使って、大流差を回避します。3発サンドピラーを受けます。普通に回っていると、ガルムに感知されるので、3発目のサンドピラーが来そうなタイミングで待機。スプリントを使用して移動。引き寄せを食らっても引っかかるので自信を食らうことはありませんでした。フラットボームが隣の部屋にいない、穴が開いてるフロアが存在するという、
かなり限定された条件ですが、そういう場面に遭遇したら、積極的に活用したいですね。クレイクロー、視覚感知。定期的に引き寄せを食らい、よりを取って戦わせてくれないので、講師にとっては相性の悪い敵です。ノックバック禁止のデバフフロアがあるときは、引き寄せが無効になるので、未強化で倒すことができるかもしれないですが、試していません。また、先ほどの穴が開いたフロアでも、引き寄せを回避できるらしいですが、私には無理でした。なので、防御効果がないときは買っていません。フラットドラゴン、視覚感知。襲われたら、形態変化を使うことを、念頭に置いて立ち回っています。自己強化が、かかってる状態で倒せました。ただ、ヒートゲージが50以上ないと、効果時間内に倒しきるのは難しそうです。戦いを挑んではいけない相手。未強化状態で食らう凍傷ドットは約5000、防御効果ありで、凍傷ドット約3000。死の宣告を受けた状態で、戦闘をするのと同じ行為です。一応倒せますが、強化マシマシの効果が、やられることによって消えるのなら、やらない方がいいですね。白き鎧の帝国将校、接近感知。物理攻撃しかしないミミックと未強化で戦う気はありますか？私？当然戦う気は、ありません。この階層にいるモンスターをどのように倒していくかを紹介しましたが、それらを踏まえて、過去に配信したアーカイブをもとに、私がどのように立ち回っていたのかを振り返ってみます。魔法解除ですが、アイテム禁止が絡んだデバフフロアで使っていました。業務やアビリティ禁止だけのデバフフロアだった場合は使っていません。時の残り具合にもよりますが、自己強化、防御強化を使用して、対処していました。30分経過時にいたフロアは185階層が平均でした。私の勝ちパターンとして、186階層から188階層で、敵変化を使用してから状況を見てマンティコアを使っています。ここでの狙いとしては、1、敵排除は191階層以降に温存する。2、自己強化、防御強化の土器を使用しない。3、時間短縮を図る、の3つです。ただ、先ほど述べた考えにもデメリットがあり、1、189階層で敵排除が出た場合、溢れて使い物にならない。2、マンティコアの状態で転送した先のフロアがノックバック無効だった場合、無駄になる。3、マンティコアがない状態で200回踏破をする可能性が高い、の3つが挙げられます。土器の使用は、プレイヤーによって様々で、敵排除を使用して、マンティコアを温存する人も当然いらっしゃいます。私以外にも、この階層のクリア動画を上げている人はたくさんいらっしゃいますので、色々な方の動画を見ていただいて、自分のプレイスタイルに合うところがあれば、取り入れてみてください。今回は、181階層から190階層の敵をどのように倒しているか紹介しました。グレネード、ダルム、ワモーラ、ブイントスルスを積極的に狩る。ワモーラカンパ、ミミック、アルケオダイノスを注意して狩る。スプライト、クローラー、フラットボーム、グレイクローは基本的に狩らない。防御土器の効果があるなら、注意して狩る敵とスプライトを積極的に狩る。穴が開いたフロアがあったら、フラットボームを狩るのを検討する。フラットドラゴンと将校には触らない。お触りしたいならマンティコアになってください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。私はこの動画を通じて、死者の宮殿をソロで踏破しようと挑戦されている方に、クリアするための情報を発信していきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録お願いします。